はい、こんにちは、みのです。本日は桜のお花を撮っていきたいと思います。はい、本日は川沿いのところに桜を撮りに来ています。他の桜の木はまだ咲いてないんですけれども、桜の種類はわからないんですけど、八重桜っぽいのが満開に咲いてましたので、今日はここを撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここ撮っていきましょう。上を見上げた時にここの桜のお花がこうなってるのがわかると思います。 M 字構図的なのを使えますので、この両端に立っている背の高いところをM の頂点にして、でど真ん中にちょっと背の低い桜があるので、そこにピント合わせて撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。 F 値は5にちょっと絞りまして、両隣の桜とど真ん中の桜、その辺にピントが合うように設定してみました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置はど真ん中の桜のところにピント合わせて撮っています。 M 字構図を使いまして、両隣が背が高くて真ん中の背の低いところを一緒に合わせてあげることで M 字の形を作って撮っています。でピンクの桜と背景が青空になってますので、色の対比になるのとちょっと春っぽさを感じられていいかなと思います。で F 値は5まで絞ったことで、両方の桜のところとど真ん中のところしっかりピントが合ってますので、ぼやけた写真にならずに良かったと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの桜の塊のところを撮っていきます。ほとんどの花びらが下向いてるんですけれども、1個だけ上向いて咲いている花びらがあるので、そこにピントを合わせて撮っていきます。でここから撮ってしまうと背景の桜の枝が入ってしまってごちゃごちゃした感じになってしまいますので、ここはちょっとこっち側から構えて前ボケを使って、その間からその花びらを狙って撮っていきます。そうすることで画面のほとんどをピンク色で埋めれて、空いた空間は青空にすることができます。でそこに花びら1本だけ、1本じゃない1輪か、花びら1輪だけ撮ることができるので、何を撮りたかったのか明確な写真にすることができると思います。はい、カメラの設定していきます。ここは前ボケを使っていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードは2500分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は左下にある花びらのところに合わせてまして、花びらの手前じゃなくて奥側に合わせて撮っています。F 値 2.8 に設定したことで、花びら以外の桜は前ボケとして使って撮っています。で画面全体がピンクで埋まりまして、で左側のところが青空で抜けた空間になっています。そうすることで何を撮りたかったのか、それが明確な写真になったかと思います。で構図は3分割構図を使っていまして、3分割の左下の交差点に桜を配置してますので、バランスもいい写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきましょう。この辺の桜にピント合わせて撮るんですけれども、背景のところに今ジムニーが止まってまして、ジムニーのボンネットとかが光で反射してくれてますので、そこが玉ボケになると思います。なので、この辺にピント合わせて撮ることで、間からジムニーのボンネット入れると玉ボケになりまして、で背景芝生がありますので、ちょろっと緑色も入りますので、ピンクと緑と玉ボケと、そういう感じの写真を撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 7.1 まで絞って撮ることで、手前の桜の花のところ、そこにしっかりピントを合わせて撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。
はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は左側の桜の花びらにピント合わせて撮っています。なので、上の方の桜の花びらとかはちょっとボケて遠近感を感じるような写真になっているかと思います。で、画面の左側と上の部分に桜の花を配置しまして、右側の空いた空間に先ほどのジムニーの玉ボケと芝生の緑を入れて撮ってみました。で、左側の桜だけだとどうしても背景が暗いので、華やかな写真にはならないんですけれども、ちょっと玉ボケとか緑を入れてあげるだけで、写真の印象が変わると思いますので、いい感じになったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。で、ここの桜の花を撮って、で、背景に緑の葉っぱがあると思うんですけれども、そこに光が当たってて玉ボケした写真を撮りたかったんですけれども、ちょっと光の角度、ここを入れて撮ろうとすると玉ボケが出なくて、こういう角度だったら出るんですけれども、なのでここは多重露光を使って撮っていきたいと思います。まず最初に玉ボケだけの写真を撮って、2枚目にこの桜の花だけを撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は5に設定しまして、玉ボケの写真を撮るときは、しっかり円形の玉ボケにして、桜の花を撮るときは桜の花びらにしっかりピントがあった写真を撮っていきます。で、シャッタースピード640分の1秒出てますので、ISO 感度100で OK です。玉ボケの写真を撮るときだけはハイライト重点速攻にして、玉ボケが白飛びしないように設定しまして、桜の花を撮るときはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、多重露光で撮った1枚目の写真がこちらになります。マニュアルフォーカスに設定してわざとボケさせて玉ボケを作っています。で、左側に桜を配置するので、玉ボケの位置は右側に集中するように撮っています。はい、こちらが多重露光2枚目に撮った桜の写真になります。先ほど右側に玉ボケを集中させたので、桜は左側に配置しています。で、他の背景が入ってしまうと1枚目の玉ボケの写真の邪魔をしますので、真っ暗な背景を選んで撮っています。はい、で、多重露光2枚撮ったうちを、こう合わせた写真がこちらになります。で、本来であれば2枚目に撮った写真みたいに桜の花があって背景や玉ボケがなくて真っ暗っていうところになってしまうんですけれども、多重露光を使うことで玉ボケを配置して撮ることができました。2枚合わせるのでちょっと桜の花のところが霞んではしまうんですけれども、そこはレタッチとかでなんとかなると思うので、多重露光を使うことで今回は玉ボケを使って撮ることができました。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここから撮っていきましょう。ちょっと桜の木から離れたところから撮りまして、背景は青空を使いまして、で、今日結構快晴なんですけれども、1本だけ雲が通ってますので、それを入れて撮っていきます。で、桜はちょっとアップにして半円構図、この桜の木の丸みを使って撮っていきます。で、シンプルに背景は青空で雲がちょっと入って半円で画面に入ってくる桜、そういう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは桜全体にピントを合わせたいので F 値8まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは200分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で、桜がちょっと暗い感じになってましたので露出値をプラス 0.7 に上げてマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は桜のちょっと手前の辺に合わせまして撮っています。手前の方にピントが合うことで、しっかりピントが合っているように見えますので、後ろが多少ボケてても大丈夫なので手前の方にピントを合わせています。で、背景は青空一色になってまして、で、そこにピンクの桜が入って左下の方に雲がちょっとピッと入ってますのでワンポイントになっているんじゃないかなと思います。で、桜の方は円構造を使いまして、ちょっと丸みを写真の中に入れてみた感じになります。桜全体をボンと入れてしまうといらない背景とかそういうところが入ってきますので、そういう時は一部だけを切り取って撮ってあげると綺麗に撮ることができます。
はい、本日は桜の花を取りに来ておりました。まだソメイヨシノとか本番の桜はまだ咲いてないんですけれども、ちょろちょろ他の桜も咲き始めましたので、取りに来たんですけれども、本数が少なかったのでバリエーションはちょっと乏しかったかなと思います。まだこれからですね、どんどん桜が咲いてきてくれると思いますので、いろんな撮り方を試していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。